さあ、始まりました。那須尾館長のムービームービング。今回は、君たちはどう生きるかを連続して語っていく解説編の第5回になっております。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。これまでですね、冒頭から90分地点までを語ってきました。今回は90分地点から120分地点までの D パートの解説になっております。物語が進む速度がどんどん上がっていくこの D パートは A、B、C パートを知らないと何のことを言ってるかわからないと思いますので、もしまだ見ていない方がいれば A、B、C パートを語った前回までの動画を先に見てください。今回も物語で起こる出来事を一つ一つ押さえていくんですけども、その中でこのことについては考察編で詳しくやっていきますという伏線を張っていきたいと思います。この張っていった伏線をこの解説編が終わった後の考察編で一つ一つ深掘りして語っていきたいと思っているんですね。それでは早速 D パート90分地点から120分地点までの物語をさらっていきましょう。D パートは題しまして母を取り戻そうとする真人と分かり始める世界の仕組みというタイトルになっています。前回 C パートのラストでアオサギと共に母を探しに行く旅に出ることになった真人。一方ですね、現実の世界では真人の父とおばあさんたちがいなくなった真人と夏子とキリコおばあさんを探してですね、家中を探し回ってるんですね。しかしどこを探してもその3人はいないんです。3人同時に神隠しなんて聞いたことがないと言いながら肩を落とす真人の父にですね、一人のおばあさんが彼らは塔の中に入っていったんじゃないかということで話しかけるんですね。そこからこの不思議な塔ができた時の昔の話を話し始めるんです。その話を聞いて塔の中に入っていったという確信を得たお父さんはですね、全身を武装して日本刀を帯刀してですね、その塔の方に捜索に向かうんです。ここでお父さんが言っている神隠しという言葉なんですけど、これまさに千と千尋の神隠しも同じ神隠しでして、この君たちはどう生きるかの話の構成自体も、千と千尋の神隠しの話の構造と、大きな構造が同じになってるんですね。それを意識しながら以降の話を聞いていただきたいです。それとですね、おばあさんが父に対して話す、この塔ができた時の話。この話の中に物語の重要な要素がいくつも入っているので、そこにも注目していきたいんですね。話の内容は主に5つありまして、1つ目は、あの塔は人の建てたものではないということ。そして2つ目は、ご維新の少し前の時代に空から巨大な隕石が降ってきて、もともと湖だった場所に激突するんですね。そこで元々あった湖は焼けてなくなってしまって、その巨大な隕石だけが立っていたと。ここでいうご維新というのは明治維新のことで、明治維新の少し前に隕石が降ってきたということがわかるんですね。そして3つ目なんですけども、その隕石が降ってきてから30年ほど経ったら周りに森が回復してきてですね、その頃に真人の大王子がその隕石を発見してですね、取り憑かれたかのようにその隕石に執着していくんですよ。そして大王子はその隕石の周りを建造物で囲ってあの塔を建築したということなんですね。そこからわかるのはこの塔はただの建造物ではなくて中身が隕石なんですね。その隕石の周りを建造物で囲って塔にしているということから中に不思議な空間が出来上がっているということがわかるんです。そしておばあさんの話4つ目なんですけども、4つ目はその後溢れんばかりの本に読みふけた大王子は頭がおかしくなって読んでる途中の本を開いたままその塔の中に姿を消していったというお話があるんですね。そしてこれが重要なんですけど5つ目ですね。その後幼き日の真人の母、少女の頃の母親がですね、塔の中に入って姿を消したと。行方不明になってたんですけども、1年後にその塔の中からそのまんまの姿でお母さんが帰ってきたという話が出てくるんですね。ここからこの君たちはどう生きるかの物語の時系列とこの塔についての考察をすることができるんですけども、ここについては考察編で深くやっていきたいと思っています。そして5つ目にお話しした
真人の母が少女の頃に行方不明になってそのままの姿で帰ってきたというところは、この物語のラストにつながる展開になっているので、ここを頭に入れておいていただきたいんですね。物語を続けていきたいと思うんですけども、現実ではお父さんが塔の方に向かっているその一方ですね、塔の中、下の世界ではですね、真人とアオサギがペアになって森の中を進んでいます。これどこに向かっているかというと、その下の世界の中にある塔の方を目指してお母さんを探しに行ってるんですね。その道中ですね、真人が矢を射って、それが当たって、くちばしに穴が開いてしまったことで、アオサギの能力がね、低下してたんですけども、そこをですね、真人が木を削ってコルクを作ってですね、くちばしの穴を埋めてあげるんですね。くちばしの穴を埋めてあげると、アオサギの本来の力が取り戻って、また人間の姿からアオサギの見た目に変化する変身能力を取り戻すというくだりがあります。ここから真人とアオサギはなんとなく仲良しになって、バディムービーみたいになっていくんですけども、見送ってくれた若キリコはラストまで登場しないんですね。それとこの2人が進んでいる森は、なんか変な形の虫がいっぱい飛んでいて、これがね、ナウシカの不快のシーンのオマージュにもなっています。やがて、塔に向かって進んでいる真人とアオサギは、その通過地点である鍛冶屋の家っていうところにたどり着くんですね。しかしそこには鍛冶屋の姿はなく、鍛冶屋の家はカラフルな二足歩行の人間みたいなインコたちに占領されてたんです。そのインコについてアオサギは、奴らは象だって食いますぜ。ペリカンと一緒に大旦那が持ち込んでから増えたんだって言ってるんですね。可愛らしいカラフルな見た目をしているインコがものすごく獰猛な生き物だったということに真人は驚きます。ここでですね、新キャラクター、インコが登場するんですね。この映画をずっと最後まで賑わせてくれるインコの存在はとても深い意味があると思っているので、これは考察編でしっかりやっていきたいと思います。どういうことかというと、前回の動画でも少しお話ししたんですけども、真実と嘘を使いこなすアオサギの存在、そしてわらわらを食べるしかなくなって飢えているペリカン、そして今回出てきたのは人間サイズの象でも食べてしまう獰猛なインコたち。この鳥の存在について考察編で詳しくやっていきたいと思うんですね。物語の続きですけども、この鍛冶屋の家を突破するために、アオサギがインコの前に出て、インコの気を引いてる間に、真人がその家を突破するという作戦を2人が思いつくんですね。作戦通り、インコを挑発して、アオサギがインコを連れてバーッと逃げていって、作戦成功したかに見えるんですけども、鍛冶屋の家の中に入ると、真人はもう入った瞬間から中にいてたインコたちに取り囲まれてしまうんですよ。そこでインコたちはなんと言葉を喋るんですね。赤ちゃんは食べない。お前は赤ちゃんがいないから食べる。と言って、顔は可愛らしい顔で真人に話しかけてるんですけど、言ってることが怖いのと、実は手を後ろに回してて、その後ろに回した手には包丁とか、そういう刃物とか、凶器を隠してる不思議なね、インコに取り囲まれるわけですよ。そんなインコたちに真人は食べられそうになるんですね。その食べられそうになった瞬間、家の奥にあった暖炉から炎が吹き出して、炎の中からヒミが現れて、そのヒミが炎の魔法でインコたちを追い払ってくれるんですね。助けてくれたヒミに真人は夏子という女性を知りませんかと聞くんですけども、ヒミは夏子妹かって言うんですよ。そう言われて真人は妹っていう不思議な反応をするんですね。このシーンが僕すごく好きなんですけども、まず真人が鍛冶屋の家に入ってドアを閉めた。そしてインコが取り囲むというこのシーンの構図がですね、完全にハウルの家の玄関の構図と同じになっていたりとか、炎が吹き出て火味が出てくる暖炉はですね、カルシファーがいてたあそこの場所にすごく似てるんですね。それはあんまり重要視実はないんですけども、このシーンからヒミと真人の直接的な関わりが生まれてくることになります。そして、夏子という女性は知りませんかという問いかけを真人はするんですけども、それに対してヒミはピンときていなくて、妹かって聞き直すんですよ。このセリフについてまた後でお話しするんですけども、ラストに引っかかってくる重要な要素になっていますので頭に置いていただきたいなと思います。
それから一難去って、真人は氷見に連れられて、炎の魔法でワープするんですね。到着するとそこは、塔のふもとにある氷見の自宅だったんですよ。そこで真人は自分の母親を探しに来たんだということを氷見に伝えるんですけども、氷見によると、どうやら塔の中にお母さんはいるらしいということがわかるんですね。そして氷見は、あの塔はいろいろな世界をまたがって立っているという発言をするんです。それから氷見は、真人にジャムトーストをご馳走してあげるんですけど、そのジャムトーストの美味しさがあまりにも美味しくてですね、真人はお母さんと同じ味がすると言いながら心から感動するんですよ。氷見はそれを聞いて、同じだ。私の母も死んだと真人に話すんです。実はこの映画ですね、おばあさんたちとか鳥とかのキャラクター以外の人物は全て真人の血族でできてまして、真人の血族がこの物語を全て動かしていってるんですね。その中で、氷見の発言しているお母さんが自分も死んだっていうことであるとか、ジャムトーストの味がお母さんと同じとか、そういうことがね、全てラストになるにつれて繋がってくるという構成になっているんですね。そして物語続けていきたいんですけど、食事をとって休憩した二人はですね、夏子がいてる塔の中に見張りのインコの目を盗んで侵入していくんですよ。どうやら塔の中では氷見の魔法の力がね、弱まるらしいんですよ。普段だったらインコが何匹出ても一網打尽にできるぐらいの炎の魔法を持ってるんですが、この塔の中ではあまりそれを使えないので、インコからバレないようにこっそりと塔の中に入っていくんですね。やがて二人は時の回廊と後に呼ばれているドアがずーっと並んでいる廊下にたどり着くんですよ。二人が立ち止まったドアの番号は132番のドアでして、どうやら氷見によると、このドアから真人は現実の世界に帰ることができるということがわかるんですね。そんな会話をしていると、廊下の両サイドからインコがいっぱい現れて、もうこれバレてたんですね。追いかけてきてるんですよ。もう逃げ場がない二人はですね、仕方なくその132番のドアを開けて外に出ます。ここで出てくる時の回廊というこの場所は、無数のドアが並んでいて、部屋番号みたいなドアに3桁の数字が書いてあるんですよ。どうやらその数字はランダムなんですけど、開けるドアによって別の時間軸の現実の世界に出ることができるドアなんです。この時の回廊という場所はラストにも登場するんですけど、このラストの時に詳しくお話ししていきたいと思います。それから追いかけてきたインコたちがドアに押し寄せて、インコが外に出てこないように氷見と真人は必死にそのドアを止めてるんですよ。そこにですね、武装して追いかけてきた父親とおばあさんたちが到着するんです。お父さんは化け物が出たということで、日本刀を抜いて、その出かかってるインコたちに切りかかろうとするんですけども、押し負けて開いた扉から、どんどんインコは出てくるんですけど、みるみるうちに体が小さくなって、普通のインコになってパタパタと飛んでいくんですね。その飛んでいったインコが、もううんこをいっぱい落としてですね、そのうんこまみれになったお父さんは、もう唖然としてるんですけど、唖然としてるお父さんを見ながら、父さんごめんねって言いながらですね、真人と氷見はまた132番のドアの中に入っていく。また下の世界に戻っていくんですね。この時に氷見が、このドアノブを絶対に離してはいけないということと、このドアノブは外の世界からは見つけることができないという発言をしているんですけども、つまり下の世界から上の世界に移動することはできるんですけど、上の世界から下の世界に入ってくるには、下の世界の案内がなければ入ってこれないということが分かってくるんですね。そして132番のドアからまた下の世界に戻った真人と氷見はですね、必死になってごちそうをいっぱいこしらえているインコたちを横目にですね、夏子がいている産屋に向かうんです。産屋に二人はたどり着いて、氷見は真人に、この中には私は入ることができないと言うんですね。なので、真人のみがその産屋の中、夏子さんがいてる産屋の中に入るんですよ。すると、ベッドの上に横たわってる夏子さんがいてたんです。ここでようやく真人は今まで探してきた夏子と再会することができるんですけども、夏子は真人に気がつくと、帰りなさい、あなたなんて大嫌いって言って発狂するんですね。すると、夏子が寝ているその上に
紙の札がずーっとぐる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 回ってるんですけど、そのぐるぐる回っている無数の紙の札が一気に真人の方に襲いかかって、真人は、母さん、夏子さん、母さん帰ろうと叫びながらですね、紙の札を振り払ってですね、振り払って、夏子に近づこうとするんですけど、その紙の札がついたところは、どんどん血が出ていって、怪我していってるんですね。肉を、この紙の札がちぎっていってるみたいな感じなんです。それを見て夏子さんは正気に戻って、真人さん逃げてって言うんですけど、もう紙の量がもうすごく増えてですね、もう紙に飲み込まれる形になって、産屋から真人は押し出されるんです。すると真人は気を失って倒れてしまうんですね。外にいた氷見は真人の体にまとわりついてたその紙の束を炎の魔法で焼き払って、石の神様に我が妹を返したまえと祈りを捧げるんですけども、この空間が出している稲妻にバチッと打たれて、氷見も気を失ってしまうんです。この気を失ってしまった真人と氷見をインコがやってきて連れ去っていくということになってるんですね。ここでね、登場する産屋っていうのが一つ大きなキーワードになってるんですよ。産屋というのは昔のこの日本に実際にありまして、昔の日本では産前産後の女性というのは汚れている状態ということにされてまして、その期間の間、女性を隔離するための小屋のことを産屋って言うんですね。地方によって異なるんですけど、だいたい産前の1ヶ月前から産屋に入るという風習が当たり前のように日本にはあったんです。で、ここで言うところの汚れっていうのは、汚れっていう字とはまた別の文字でして、汚いという意味ではなく、気が枯れているという意味なんですね。つまり、生命力が低下している状態のことを汚れている状態ということで、昔の日本人は言ってたんです。そこの中に男性が入るということは、大きな禁忌、タブーとされていて、その中に真人が入ったから、神の札が攻撃してきて追い出したという、そういう話なんですね。そして、この神の札がいっぱい襲いかかってくるっていうのは、千と千尋の神隠しで、白が襲われてたトンボみたいな形の神の札が襲ってくる、そのシーンのオマージュにもなってるんですけども、ここの産屋というのがものすごく印象的に描かれていて、この物語を深く掘っていく中で重要な一つのポイントになってると思います。そして、氷見が言っていた、我が妹を返したまえというセリフから、氷見は幼い女の子の見た目をしているんですけども、夏子のお姉さんであるということがわかる。つまり、真人のお母さんなんですね。この D パートの前半でお話ししたおばあさんの会話から、真人のお母さんは幼い時に1年間行方不明になって、そのまんまの姿で帰ってきたという話があったんですけども、そこにも繋がってくるんで、このあたりはラストのところでまとめていきたいと思います。それから物語続けていくんですけども、真人はうつ伏せで気を失ってるんです。周りには氷見はいなくて、氷見はどうやらインコによって別の場所に連れ去られてるようなんですね。で、気を失っている真人は夢の中で大王子と出会うんですよ。大王子がいてる場所は殺風景で何もない部屋の中にテーブルと椅子があって、その椅子に大王子は座ってるんですよ。そこに真人は近づいていくんですね。声をかけようとすると、大王子はものすごく集中して汗をかきながら、このテーブルの上にあるぐらぐら揺れて今にも倒れそうな積み木をちょっとずつ調整して積み上げている作業の最中で、ちょっと待ってくれって言うんですよ。大王子はその謎の積み木みたいなやつのバランスを取ろうとしてるんですね。そして大王子がちょんとこう集中して触ったら、このぐらぐら動いていた石でできた積み木みたいなものがピーッと安定するんです。その手を加えて安定した積み木の様子を見て、大王子はこれで一日は持ちそうだと発言するんですね。それからおいでと真人に声をかけて丘の上の方に連れて行くと、一番高い丘の上にこの世界の源と思われる黒いぐちゃぐちゃの丸い塊みたいなものが浮いていて、その前で真人と大王子は会話をしていくんです。そこで大王子は真人に、この世界を継ぐ者はもう決めている。この世界は血族にしか継ぐことができない。真人よ、継いでくれんかと言い出すんですね。それを受けて真人は、この石はお墓の石と同じです。この石には悪意があると言うんですよ。
王子はそれに対して、それがわかるお前だから継いでほしいのだと言うんですね。このシーンから真人と王子のラストにつながっていく関わりが発生するわけなんですけども、王子はこの石でできた積み木のようなものを積み上げる作業を今までずっとしてきて、どうやらこの世界というのはこの石の積み木の微妙なバランスによって保たれているということがここで分かってくるのと、逆に言えば積み木が崩れてしまったらこの世界は崩壊してしまうということも分かってくるんですね。この会話の中から王子はもうずっと何十年もずっとこの積み木を積んで世界を保つ作業をずっと続けてきたんですけども、自分がもう限界になっていると、この積み木のバランスがもういよいよ保てなくなっているということがあって、それを真人に譲ろうというのが王子の考えなんですね。この内容はこの下の世界を考察していく上ですごく重要な内容になっているので、ここは考察編で詳しくやっていきたいと思います。そんな王子に対して真人は、この石はお墓と同じで悪意がありますという意味深なセリフを言ってるんですけども、出ましたね、ここで。また悪意です。序盤の真人が自分の頭を石で打ちつけて、ここに傷を作ったと。それは悪意の象徴だということを言ってましたけど、そういう悪意というキーワード、君たちはどう生きるかという映画の中においての悪意とは何なのかということは考察編で深くこれもやっていきたいと思います。それから王子と夢の中で出会った真人が目を覚ますんですね。するとそこは牢獄で、インコはなんと真人を食べようと思ってそこへ閉じ込めてるんですよ。そこにインコに変装したアオサギが助けに来てくれてですね、インコに気づかれないように真人を連れて外へ出て脱出に成功するんです。脱出した2人は外へ出てみると、外ではものすごく盛大なパレードが行われていて、それはどうやらインコ大王というキャラクターを迎えるための盛大なパレードが行われてるんですね。ここでですね、重要な新キャラクター、僕の大好きなインコ大王が登場するんですけど、このインコ大王というのはインコたちから熱狂的な支持を集めていて、この世界の中でも王子の次くらいに影響力を持っている人物であるということが、人物といっても鳥なんですけど、存在であるということがわかるんです。そしてこのパレードのシーンは、ハウルの動く城の冒頭で戦争に沸き立っているヨーロッパの街並みが映るんですけど、そこのシーンのオマージュにもなっているんですけどね。ということで、どうやらインコ大王はパレードに迎えられて、その後ろにですね、眠っている氷見が入っている棺を運んでるんですよ。その眠っている氷見を連れて、インコ大王は塔の中に入っていくんですね。それを見て真人にアオサギが、あの子を使って親方様と取引をするつもりですぜって言うんですよ。それから真人とアオサギは氷見を助けるために、そのインコ大王が入っていった建物を追いかけていくように入っていくんですよ。インコ大王は眠っている氷見を連れて塔の中の王子がいる場所にどんどん登っていくんですけど、それを同じくして真人とアオサギも追いかけてきて、それに追いつこうとするんですね。その木の階段の場所で追っ手に気づいたインコ大王はサーベルを抜いて、その木の階段をバチバチと切ってバチーンとかね、破壊してしまうんですよ。これで階段が登れなくなってしまった真人とアオサギは階段を迂回してですね、別のルートから王子の方に遠回りして向かうんですね。一方ですね、インコ大王は氷見を連れてどんどん王子の方に近づいていって、王子がいてる場所の入り口にあたる石でできた白い通路を進んでいきます。ここの木の階段をインコ大王が破壊して崩れ落ちていく木の階段に真人がぶら下がるというシーンは、天空の城ラピュタで崩れる木の線路にギリギリパズーが捕まってるというところのオマージュにもなってるんですけど、そこはあんまり重要じゃなくて、アオサギの発言からインコ大王はどうやら氷見を使って王子と取引をしに行こうとしてるんですね。王子との取引になぜ氷見が必要なのかと言いますと、氷見は真人の母であり、王子にとって重要な存在だからなんですね。それから石造りの廊下をですね、インコ大王は人質の氷見の棺を2人の部下のインコに持たせてですね、
どんどん進んでいくんですよ。ですが、石の通路はインコ大王が入ってくることをまるで拒否するかのように、バチバチ稲妻を走らせるんですよ。そこをですね、インコ大王が、沈まれーと言って絶叫しながら、カツを入れながらですね、石の通路を進んでいくんですね。その石の通路を抜けると森が広がっていて、その森にはですね、人型じゃない普通の赤星インコがそこら中にいてまして、それを見て連れてきた部下のインコが、天国だ、極楽だ、ご先祖様だって言うんですよ。ここで出てくる石の通路なんですけど、石の通路はどうやら石を持っているんですね。ダジャレじゃなくて。で、ここで言うところの石っていうのは、おばあさんがお話ししてた、隕石が落ちてきたっていうその隕石のことなんですね。この隕石の中がこの塔の中になっているので、どうやらこの隕石自体が石を持っているということなんですよ。そして実はこの隕石の石と中に入っている大王子の石はまた別の石になっているということも理解してもらいたいんですね。この辺も考察編の下の世界の考察の時にやっていきたいと思います。その森の先のテラスにいてる大王子はですね、相変わらず積み木をね、慎重に調整し続けてるんですよ。そこに君を連れたインコの一行がたどり着いて大王子と会話をするんですね。この下の世界の禁忌を犯した真人という存在を排除するべきだと訴えかけるインコ大王。それに対して確かに禁忌を犯したとしながら、しかし子供たちの意志は尊い。真人に後を継がせたいと大王子は言うんですね。ここでインコ大王と大王子の意見が割れるんです。納得のいってないインコ大王は氷見を大王子のところに戻して、大王子がいてる場所から元の場所に引き返していくんですよ。ここで言ってる禁忌というのは、真人が夏子がいてる男子禁制の産屋に入ってしまったということを禁忌としてるんですけども、そこからそもそも産屋で夏子に子供を産ませようとしていたというのはですね、大王子の後継ぎをそこで産んで欲しかったからということも推測することができるんです。そこに外の世界から真人がこの世界に入ってきたということで、真人にこの世界を継がせようというのが今の時点っていう話ですね。そしてインコ大王たちが去って、大王子は残された氷見の棺を開くと、氷見は目を覚まして大王子と会話をするんですね。氷見は大王子に真人は元の世界に返さないといけないと言うんですよ。大王子はその氷見に対して氷見もお帰りって言いながら、私はこの世界を守らなければいけないと言うんですね。ここで大王子が言っている氷見もお帰りというセリフから、氷見は外の世界からこの下の世界に入ってきたということがわかるんですけども、このセリフと先ほどお話しした真人の母が氷見であるということがつながってですね、氷見はこの世界から上の世界に帰らないと真人自体が生まれてこなかったということにもなりかねないということなんですね。このあたりの関係性は考察編で深くやっていきたいと思っています。以上がですね、この物語が始まって90分地点から120分地点までの D パート、母を取り戻そうとする真人、分かり始める世界の仕組みという内容になっています。まとめていくと、真人はついに夏子と再会することができたんですが、元の世界に連れ戻すことは叶いませんでした。そこから真人はアオサギと合流して、インコ大王に連れ去られた氷見を救出していくという話に変わっていきます。その中で大王子と真人の会話の内容や、氷見が真人のお母さんであるということから、この下の世界の仕組みが分かり始めたというのがこの D パートになってました。D パートで特に注目してもらいたいポイントが5つあるんですけども、1つ目はおばあさんが話していたこの不思議な塔の誕生秘話。そこからこの塔の正体は不思議な突然やってきた隕石であるということや、この物語の大きな時系列が明らかになりました。2つ目は氷見は真人のお母さんだったということ。氷見の発言から夏子の姉であるイコール真人の母であるということが分かり、次回の E パートの内容で真人の母が1年間行方不明だったという話にもつながってくるということから、ここのポイントにも注目していきたいと思います。そして3つ目はですね、大王子と真人の会話。大王子はずーっと長い年月積み木を積んでこの不思議な世界を保つ作業をしてきたんですけども、それがもうそろそろ限界になっていて、
真人にその後を継ごうとしているということ。そして4つ目のポイントはインコ大王の登場ですね。ここで登場するインコ大王っていうのはこれ何なんだということなんですけども、インコ大王は次回の E パートで大活躍するんですけど、その大活躍を踏まえて考察編でしっかり押さえていきたいなと思っています。そして5つ目は産屋と夏子の話ですね。この産屋という象徴的な場所を出してくるということがこの物語にとってものすごく重要なポイントだと思っているんですけども、出産を控えた夏子が下の世界に呼び込まれて、その産屋に隔離されてそこで出産しようとしていたということがかなり重要な要素の一つだと考えているので、ここは考察編で深くやっていきたいと思うんですね。以上が D パートの解説になっております。次回ですね、120分から125分までの5分間の E パートというのを解説していくんですけども、A パート B パートなんかに比べると D パートはもう分あたり時間あたりの出来事の数がもう半端なく多くてですね、しかも E パートに関してはもうたった5分間なのにもうすごい内容が盛りだくさんになっているというところから、話す内容が多くてですね、もうこの動画自体もね、もうどんどん長くなっていってしまってるんですけども、ようやくですね、次回5分間の E パートを解説した後にですね、考察編の方に突入できるということで、やっとここまで来ました。A パートの解説からもうずっと見てくださってる皆さんも本当にありがとうございます。これからですね、E パートの解説をしてから A パートから E パートまで張ってきた伏線をですね、考察編に突入してから片っ端から回収していくんですけども、先日ですね、バービーというもう素晴らしい映画を見てしまいまして、そちらはそちらで語っていきたいと思いますし、この君たちはどう生きるかについては、もう半分はここ宮崎駿研究というね、僕のね、このライフワーク的なところもあるので、こう長いスパンでじっくりやっていきたいと思っています。逆に言えば、それほどまでにこの君たちはどう生きるかというのはもう語りがいのある映画だということには間違いないと思いますので、もう公開されてから1ヶ月経ちますけども、じっくり一緒に味わっていきたいと思っております。ということで、長い時間ですね、この動画見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、この動画に高評価ボタンを押していただいて、応援いただければすごく嬉しいなと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、皆さんご来場いただきありがとうございました。